皆さんこんにちは。長く掘られた塹壕陣地、同じく張り巡らされた鉄条網。その影に潜んで機関銃を構える兵士と、決死の覚悟で突撃を敢行する兵士。戦争映画などでよく見られるワンシーンですが、ここで張り巡らされている鉄条網というアイテム、一体どれぐらい効果があるものなのでしょうか。鉄条網は有刺鉄線の集合体であり、これは針金を短く斜めに切断して尖らせたもので、文字通りトゲのある鉄線です。1865年のフランスで発明され、家畜を野獣から守ったり、敷地への不審者の侵入を防ぐためのものでした。時は進み、アメリカは西部開拓時代。砲の存在は名ばかりで、自衛努力が不可欠である荒れた世界でした。そこで、有刺鉄線は敷地の境界を示したり、牧場の柵に用いられたりと、対銃、対人どちらにも大活躍します。そうして広く用いられ、次第にその姿は戦場でも見られるようになりました。そして時は1880年、ボーア戦争にて有刺鉄線は初めて戦場にその姿を出します。ボーア戦争は、イギリス軍が機関銃、塹壕、鉄条網で野戦陣地構築を行った最初の戦争です。戦場の様相を大きく変えた兵器といえば、この戦争で登場した機関銃ですが、その名脇役といえる地位を鉄条網は獲得します。機関銃最大の特徴は、1台で弾幕を張れるということです。これは機械の力が人間の力を決定的に超えた瞬間でもありました。機関銃が設置された陣地に対しては、歩兵が束になって突撃しても全部撃ち殺されるということが起きるようになったのです。しかし、当時の機関銃は信頼性に乏しく、砲身加熱から連続での射撃にも限界がありました。その隙をつけば、歩兵突撃が成功する可能性も残っていたのですが、そこで登場するのが有刺鉄線によるバリケードです。有刺鉄線が複雑に絡まって杭で支えられている鉄条網自体に攻撃性能はありません。少しの時間をかければワイヤーカッターで切断して突破もできます。しかし、機関銃が狙っている状況でその少しの時間は命がけであり、死の数瞬です。鉄条網を無視して駆け抜けることなどできませんし、無理をすれば衣服に引っかかって身動きが取れなくなります。そして、素肌で鉄条網に引っかかると、人間の肌などはごく簡単に切り裂かれ、動くたびに有刺鉄線が絡まって、あっという間に血だるまになります。また、有刺鉄線はただの針金でできているため、爆風の影響をほとんど受けません。たとえ有刺鉄線を支えている杭を破壊したとしても、有刺鉄線はその場に残ってしまいます。砲撃の打撃力は、大半が爆風と飛散する破片によるものです。それが全く効果を及ぼさない有刺鉄線を砲撃で除去するのは困難を極めました。戦車の登場により鉄条網は攻略されたかのように思えましたが、現代の鉄条網はスプリングのような鋼鉄でできており、その耐久性は格段に向上しています。また杭の支柱なしでも自立可能であり、戦車に踏まれると履帯やサスペンションに絡みつきます。様々な兵器と比べると脇役と言える鉄条網、有刺鉄線ですが、そのコストパフォーマンスといやらしさにおいては、決して無視できない兵器なのです。それではご視聴ありがとうございました。